回の日本語新幹線です。毎日30分、日本人が子供の頃から聞いてきた物語で、リスニング力を楽しくアップしましょう。每天30分钟，听日本人从小就爱听的故事，一起轻松提升日文听力吧。今日は誰もが知っている昔話、桃太郎を優しい日本語でお届けします。まるで絵本を聞くようにゆっくりはっきり読んでいきますので、安心してお聞きください。さあ、目を閉じて物語の世界へ旅しましょう。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は小さな家で仲良く暮らしていました。おじいさんは毎日山へ行きます。山で木の枝を集めたり、柴を刈ったりします。おばあさんは川へ行きます。川で洗濯をしたり、水を汲んだりします。ある日のことです。おばあさんが川で洗濯をしていると、上流から何かが流れてきました。どんぶらこどんぶらこ。見てみると、それはとても大きな桃でした。おばあさんはびっくりしました。まあ、なんて大きな桃なの。おばあさんは桃を拾って家へ持ち帰りました。家に帰るとおじいさんが言いました。おかえり。おや、それは桃ですか？そうよ。川で流れてきたの。とても大きいでしょう。二人は桃を見てびっくりしました。そして、切って食べましょうと言って包丁を持ってきました。桃を切ろうとした時です。パカッという音がして桃が真っ二つに割れました。中から元気な赤ちゃんの男の子が出てきました。こんにちは、と赤ちゃんが言いました。おじいさんもおばあさんも目を丸くしました。赤ちゃん、桃の中から出てきたの。でも、二人はとても嬉しくなりました。これはきっと神様がくれた子だわ。おじいさんとおばあさんはその子に名前をつけることにしました。桃から生まれたので桃太郎と名付けました。桃太郎は毎日元気にすくすく育ちました。よく食べ、よく笑い、よく遊びました。朝はおはようございますと元気に挨拶します。夜はおやすみなさいとにっこり笑って眠ります。おじいさんとおばあさんは桃太郎をとても大切に育てました。月日が流れ、桃太郎は立派な少年になりました。走るのが速く、力も強く、頭も良い子でした。村の人たちにも人気で、桃太郎くん、こんにちはと声をかけられると、
いつも笑顔で挨拶を返します。ある日、村の人たちが話しているのを聞きました。鬼ヶ島の鬼たちがまた村の宝物を奪ったらしい。怖いなあ。あの鬼たちは強くて誰も勝てない。それを聞いた桃太郎は家に帰って言いました。おじいさん、おばあさん。僕、鬼ヶ島へ行って鬼を退治してきます。おばあさんは心配そうに言いました。そんな危ないこと大丈夫なの？桃太郎はにっこり笑って言いました。大丈夫。僕は強くなったし、正しいことをしたいんだ。おじいさんはうなずきました。わかった。お前がそう決めたなら、わしらは応援するぞ。おばあさんはきびだんごを作ってくれました。このきびだんごは特別な力があるのよ。元気が出るわ。次の日、桃太郎は旅に出ました。刀を腰に刺し、きびだんごを袋に入れて、まっすぐ歩いて行きました。道は長く、風が吹き、木の葉がカサカサと音を立てます。桃太郎は力強く前を向いて進みます。しばらく歩くと、道に一匹の犬がいました。桃太郎さん、桃太郎さん。どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼を退治に行くんだ。それなら私も一緒に行かせてください。もちろん。でもその代わり、このきびだんごをあげるよ。犬は嬉しそうに言いました。ありがとう。桃太郎さん、あなたについていきます。次に出会ったのは猿でした。桃太郎さん、どこへ行くの？鬼ヶ島へ鬼を退治に行くんだ。僕も行きたい。力になるよ。じゃあ、このきびだんごをどうぞ。猿も喜んで仲間になりました。そして最後に雉が飛んできました。桃太郎さん、私もお供します。ありがとう。これがきびだんごです。こうして桃太郎は犬と猿と雉を連れて4人で鬼ヶ島を目指しました。途中、山を越え、川を渡り、星空の下で眠りました。火を囲んでおしゃべりをし、夢を語り合いました。鬼ってどんな顔をしているのかな？赤くて大きくて怖いらしいよ。でもみんなで力を合わせればきっと勝てるよ。朝になるとまた歩き出します。雲が流れ、鳥が歌い、仲間たちの足音が道に響きます。ある中に着くと、
村人たちが鬼に怯えて暮らしていました。鬼に金を奪われ、家も壊されたのです。桃太郎は言いました。安心してください。僕たちが鬼を退治します。村人は少し驚きましたが、拍手をして応援してくれました。海を渡ると大きな島が見えてきました。そこが鬼ヶ島です。島に着くと大きな門がありました。門の前には赤鬼が立っています。なんだ、お前たちは？桃太郎は大きな声で言いました。僕たちは悪い鬼を退治に来た。鬼は笑いました。面白い。かかってこい。戦いが始まりました。犬は噛みつき、猿はひっかき、キジは空から攻撃します。桃太郎も刀を使って鬼たちと戦いました。鬼たちは強く多く、なかなか倒れません。でも、みんなが力を合わせました。鬼の大将が現れました。お前が桃太郎か。なかなかやるな。僕は正義のために来た。桃太郎は叫びました。戦いは激しく続きました。でもついに鬼たちは負けました。ごめんなさい。もう悪いことはしません。桃太郎は言いました。わかった。もう悪いことをしないと約束するなら許してあげる。鬼たちは村から奪った宝物を返しました。そして自分たちの島をきれいに掃除し始めました。その時、鬼の中の子鬼が泣きながら桃太郎に言いました。僕、本当は悪いことしたくなかったの。桃太郎は優しく頭を撫でて言いました。正直に言えて偉いね。これからは島を守っていこう。桃太郎たちは宝物を袋に詰め、船に乗って島を出ました。帰りの船の上では、みんなで歌を歌いました。桃太郎さん、桃太郎さんお腰につけたきびだんご。海の風が気持ちよく吹き、太陽がゆっくりと沈んでいきました。夕焼けの中、桃太郎は空を見上げて思いました。また、困っている人がいたら、助けに行こう。村に戻ると、人々は拍手で迎えてくれました。万歳。桃太郎万歳。子供たちは桃太郎の周りに集まり、目を輝かせて言いました。すごいよ、桃太郎。強いし、優しいし。桃太郎は照れくさそうに笑って言いました。
みんなの応援があったから頑張れたんだよ。おじいさんとおばあさんは涙を流して喜びました。立派になったね。お前が帰ってきてくれて本当に嬉しいよ。その夜、村ではお祭りが開かれました。太鼓の音が鳴り、みんなで踊り、笑い声があふれました。桃太郎は焚き火のそばで、犬、猿、キジと話しました。これからも助けが必要な人がいたら一緒に行こうね。うん。もちろん。私も。仲間たちは元気よくうなずきました。こうして桃太郎とその仲間たちは平和な世界を守るためにこれからも力を合わせていくのでした。そして桃太郎はまた静かで幸せな毎日を送りました。お話いかがでしたか？これで桃太郎の物語はおしまいです。でも少しだけ一緒に振り返ってみましょう。桃太郎のお話は楽しくてワクワクしますね。でもその中には大切な心も隠れています。桃太郎は強いだけではなく優しい人でした。仲間と力を合わせて鬼を倒し、そして最後には鬼を許しました。この許す気持ち、それは本当の強さかもしれません。私たちも毎日の生活の中で誰かと力を合わせたり思いやったり、時には許すことも大切ですね。桃太郎のようにまっすぐに進む勇気と、優しさを持って生きていけたらいいな。そう思いませんか？強くて優しい人になること。それがきっと一番素敵なことです。今日はここまでです。ちょっとクイズです。全部答えられるかな？じゃあ始めましょう。桃太郎はどこから生まれましたか？桃の中から生まれました。桃を見つけたのは誰ですか？おばあさんです。桃太郎の仲間は何匹いましたか？3匹いました。仲間は誰と誰と誰ですか？犬と猿とキジです。桃太郎はどこへ行きましたか？鬼ヶ島へ行きました。鬼たちは最後にどうしましたか？宝物を返しました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このお話が楽しかったらチャンネル登録をお願いします。また次の物語でお会いしましょう。